さて、先ほどオープニングでも少しコレクションのオープニングの映像ですね、ご覧いただきましたけれども、今回のテーマがゴダールの映画からインスピレーションを受けたとお伺いしています。さあ、スクリーンに流れてきましたのはバンドアパート、砲台が離れ離れに。こちらの映像をね、少しご覧いただきながら、どんなところからインスピレーションを受けたのかお聞きしたいんですが。I had the idea to use French New Wave films for the inspiration, and I had never watched many of them, so I went back and saw the early Truffaut and the early Godard, but I fell in love with Godard. I loved his graphics on his titles, and particularly A Band Apart. I just thought that the dance scene that they did in the beginning of the movie was just so charming. So I thought, well, this would be a perfect way to begin my show. So I was thinking this all along. How can I get the models to dance in the beginning of the show? まずですね、私は、インスピレーションなんですけれども、このヌーベルバーグという時代のことについていろいろと興味を持ちまして、またあんまりこの時代の映画って見たことなかったんですけれども、いろいろと探っていくうちにゴダールが大好きになりまして、そしてまたタイトルとかもとてもユニークでですね、彼のその個性というものがすごく出ているんですが、その中でもこのバンドアパートっていうのがとても私、特にこのダンスシーンですね、ここがとても印象的で、自分のすごくチャーミングだったんですね。なので自分のショーもこういう始まりでモデルたちに踊ってもらいたいなっていうことからいろいろと考えまして、ただどういうふうにモデルたちに踊ってもらおうかなどいろいろと膨らめました。石田編集長、とても魅力的な映画ですよね、こちらの映画も。そうですね、アナはいつも、コレクションで必ず何かテーマっていうのがあって、いろんな、デザイナーの方がいらっしゃって、コンセプトを聞いてもありませんとか、テーマもありませんみたいな方もいらっしゃるんですが、アナはいつも必ず何かのテーマっていうのをいつも決めてコレクション作りをしてらっしゃるんですね。で、私ちょっと今回びっくりしたのは、ゴダールってアナだったらもうとっくに話題にしていそうな分野かなと思っていたんですけど、それが今回が初めてだっていうことで、そこのとこなんで今まで触ってなかったのっていうのをちょっと聞きたいです。そうですね。Well, I think that I had gone to see a movie. It was actually Chabrol, and it was his first movie. And I thought, I've never really explored the French New Wave films. So I thought, like, one of the things that I love to do when I'm researching a collection is to learn something new. So this was really a learning process for me, almost like studying. So I watched many, many Truffaut and Godard films, and it gave me so much inspiration because he loves women, Godard, and he really, really loved like the fashions of the times, and later became very political. But in the beginning, I think there was a very basic love of women that he projected in his films. ですね、私もこの時代の映画を見るのがまず初めてで、彼の一番最初の作品っていうものを見せていただいたんですが、このヌーベルバーグという時代、非常に新しい、自分には新鮮だったんですね。そしてこのゴダールっていうのをどんどん自分のコレクションのリサーチとともに膨らましていった時にすごく新鮮に感じたものですから、なのでどんどん一つ一種勉強しているかのようにですね、どんどん見ていって、たくさん見ていったらインスピレーションがどんどん膨らんできたんですけれども、またこのゴダールの女性への愛ですね、すごく彼は女性が好きですごく美しくいろいろ打ち出しているんですけれども、そこが本当にまたファッション、その時代のファッションとともに素晴らしいなというふうに感動しました。はい、しかしこのゴダールの映画ご覧いただいたように白黒映画なんですけれども、内田編集長、なんだかこのゴダールの世界にアナさんの色彩感覚が加わったのが今回のコレクションだったのかなというふうにも見れるんですけれども。そうですね、すごくいつも色を大切に毎回なさっているんですけれども、でこちらに出てるインスピレーションボードという、これアナのオフィスに壁に貼ってあるインスピレーションボードをそのまま持ってきてなくて写真を撮って今ご覧に入れてるんですけど、こういうところでいろいろイメージを膨らませたり色を組み合わせたりっていう作業をなさってます。はい。
So many people ask me that question. Godard's films were all in black and white. And I guess that after I process them through my brain, my only explanation is that I dream in color. ですね、多くの方がよく聞かれます。ゴダールは白黒のフィルムなのになぜって聞かれるんですけれども、私の方はですね、実は夢は全部色で見ます。ですので色がついてますので、そういうところで良かったのかなと思います。はい、常にそういった色彩感覚の中で暮らしていらっしゃるということですね。そして先ほど冒頭で皆様にご覧いただきました大変特徴的なアナさんもお気に入りだとおっしゃっていたダンスシーンなんですけれども、コレクションの方ではオープニングでモデルの皆さんがダンスをされていたということでございますが、実はですね、本日その練習風景をアナさん自ら撮影してくださった映像が用意されているそうですので、そちら少しご覧いただきましょう。さあ、スーパーモデルのカーリー・クロスさん。Yes, it was a very unique opportunity. We did all their fittings at the same time. And Carly Kloss and Jamie Brocher were at the office. They tried on their first outfits. And then we said, well, let's just run through the dance. So Amy, that's the head of sales for Anna Sui, it used to be a dancer. So she learned the dance first, and then she taught it to the other two models. And they picked it up very quickly. ですね、こちらの方のシーンなんですけれども、こういうのは非常に珍しい光景なんですが、フィッティングと同時にですね、ダンスの練習もしてもらったということなんですが、いろいろとうちのセールスのエイミーも元はダンサーだったものですから、2人のモデルにですねしっかり教えてもらって、そして練習いたしました。はい、でもとても楽しそうに内田編集長、皆さん練習しているように見受けられましたけれども。そうですね、アナのファッションショーって私がいつももうずっと長いこと拝見してるんですけど、モデルがみんなすごく幸せそうで、ランウェイでもとてもハッピーな印象なんですね。そこがやっぱり他のデザイナーのショーと違うなっていうふうにいつも思ってます。そうですね。でもまずコレクションのオープニングでダンスをするっていう経験もなかなかスーパーモデルの皆さんないんじゃないかなと思いますけど、最初の反応ってどうだったんでしょうか、モデルさんたち。Well, I think that they were surprised because usually the other designers like their models to be like zombies. But I think that I love fashion so much. You can tell from the exuberance of color, and I like to project that energy to the audience. So usually, even in the rehearsal, when the models are practicing the walk, I try to get them very excited about the collection. But I think once they put on their outfits, they're smiling and they're happy. ですね、初めて踊ってほしいって聞いた時には、モデルたちはすごい驚きだったんですけれども、他のデザイナーたちは皆さんご存知のようにゾンビのような感じでぼーっと歩くようにっていうようなことが多いんですが、私はやっぱり何せカラーが好きですから、カラーも好きですし、そのエネルギーをお客様に伝えたいっていう、それがすごく強いものですから、リハーサルの時からもう私は通常いつもモデルさんたちにはワクワクした気持ちでやってもらうんですね。そしてそれがしっかりと皆さんに伝わるかっていう風な感じでやっております。はい、その躍動感がアナさんのデザインとマッチして素晴らしいコレクションが出来上がっているということですね。ところで内田編集長、先ほどから大変親しいとお見受けしておりますけれども、アナさんとのお付き合いって長いんでしょうか、ね。全然親しいふりをしてるわけではなく私96年くらいからアナのことを知っていて、最初のきっかけは友人がニューヨークからデザイナーの方がいらっしゃるで多分内田さんすごくその方の服が好きだと思うから一緒にご飯食べてみるって言われて、で分かりましたって言ってじゃあ渋谷のしゃぶしゃぶ屋さんに集合っていうことになりで行ったんですよ。でそこが初めての出会いだったんですけど、そこがすごくて、そこに行ったらもう一人女の子がいて、それはソフィア・コッポラだったんです渋谷のしゃぶしゃぶに、はい、しゃぶしゃぶ屋さんでソフィア・コッポラさんと一緒にしゃぶしゃぶ食べて、でその後、次の日が日曜日だったんで、どっかなんか楽しいところに行きたいみたいなお話をしてて、すごいヴィンテージが好きだっていう風なことしてたので、
でもそれなんで私自分がなぜそこだったのかちょっと今思うと疑問なんですけど西荻窪っていうところに連れて行ったんですよ。これまた随分ローカルな。そうなんですよ。なんかハイヤーを頼んで、じゃあレッツゴー西荻窪っていうことで西荻窪のちっちゃい古着屋さんいっぱい連れて回って、それはなんか嬉しくなかったかな。楽しかった。Well, the moment that I met Hidemi, I knew that we were going to be good friends for a long time because I think she loves fashion as much as I do. She loves vintage as much as I do. And I think that she loves the whole pop culture aspect. And I think you can see that in all of her work. It was the time when Sophia and I were coming to Tokyo because she had a collection then too. And we were both so excited about always coming here. And our favorite restaurant was Shaobuzen in Shibuya. I guess that was the extent of our knowledge of fun restaurants at that point. And we actually stayed in the hotel just around the corner from there too. And we had many, many friends coming to Tokyo. But once we met Hidemi, she was always the person that I would call every time when I would come to Japan because I knew she always knew what was happening. 秀美さんと目にかかった時にはもう一瞬でこの人とはずっと長い間いいお友達になれるなっていうふうに感じたんですけれども、というのは私のぐらいファッションが大好きで、そしてまたヴィンテージも大好きで、またポップカルチャーもすごく大好きな方で、だから今の仕事にすごくそれが反映されていると思うんですけれども、その時ですね、ソフィー・コッポラも私も東京で仕事がありまして、そして私たちはそんなに東京の知識がないので、シャブゼンしか知らなかったっていうのもあって、シャブゼンで食事をしようということになっていたんですが、ちょうどその角を回ったところにホテルもちょうどありましたので、それでいろいろと友達がそこに集まったっていうのもあったんですけれども、でも本当に秀美さんとはすごくいいお付き合いで、毎回東京に来るときにはもう必ず連絡しているというお友達です。はい、そんな出会いから、最初の内田編集長の企画。そうなんです。それで、その会った時にその後アナが泊まってるホテルに行きまして、せっかく仲良しになったんだから、じゃあ何かシュプールで面白い企画をやってもらいたいなって思ったんですね。で2人で話しているうちに、じゃあアナのお友達をたくさん呼んでニューヨークでアナの洋服で撮影をするのはどうだっていうことになり、もちろんソフィア・コッポラとか、なんかいろんなすごい交友関係の広い方なので、それがこれ97年ですね。97年にシュプールで実際に企画されたをやりました。アナスイの世界にようこそ。そうですね。はい。すごい俳優さん、女優さんが、ハリウッドからやってきますっていうなんかそんなすごいスケールの大きい、企画でした。いやでもこうして見る限りでも素晴らしい面々がこの企画のために集まってくださったんですね。It was really a gathering of my friends, and you can see that it's a mix of the world of rock and roll, film, and fashion. And they were very, very good sports about dressing up in my fashions. This was just after my goth show, so I think that like somebody like Dave Navarro or Vincent Gallo were just so excited to wear the leather pants and the fur coats, and they had fun dressing up. 本当に素晴らしい方たちとお友達でいらっしゃいますけれども、そうなの、本当にスタジオにいてびっくりしちゃって本当に来ちゃったってすごく思いました。でこれスタイリングも全部アナが自ら担当してくれて、でカメラマンも日本人の方だったし、メイクアップも日本人の方ですごくいい思い出に残るページになりました。で私ごめんなさいね。Yeah, it's really kind of what I always did with my friends. Since I moved to New York, Stephen Meisel and I would discover people, invite them to my apartment, and we would dress them up and take pictures. So it was no different than what I usually did. It was something that we always had fun doing. So it was great to have a good reason to get everyone together. And I had just met Satoshi Sayakuza at that point, and he was such a great photographer, so we were thrilled to be able to work together. ですね、このプロジェクトなんですけれども、ロックンロールとフィルムとファッションの
合体みたいな感じで私の友達がみんな集まったというような感じなんですけれども、でみんな私の服に着替えてもらって、特にこのそのデイブ・ナバローとかですね、ヴィンセント・ギャローなんかはすごくファーが着れるとかで喜んでやってくれたんですが、本当に私もニューヨークに越してからこういうふうにこの企画だけじゃなくてですね、しょっちゅう友達とは会ってまして、そしてスティーブン・マイゼルとかと一緒にいろんな人を集めてはドレスアップするようなパーティーをしたりとかですね、そういうことを普段からやってるので、この企画が何か特別っていうわけではなくて、普段の集まりの延長みたいな感じでやっていたんですが、みんなで集まるいい、口実にもなったということだと思うんですね。でまたそのカメラマンのサトシ・末草さん、末草聡さんにお目にかかれたのもすごく私にとっては大きなアセットだったと思います。はい、内田編集長にとっても思い出深いじゃないでしょうか。この最初そうですねのはい、ご一緒した企画ご覧いただきました。ではですね、ここからはもう少しアナさんの内面に突っ込んでお話を聞いていきたいなと思いますが、ここからねプライベートショットなど普段あまり見ることができないだろう写真をね少し皆様にもご覧いただきながら、なぜアナスイさんデザイナーを目指されたのか、どういった経緯で今この世界に足を踏み入れたのかちょっとお伺いしたいと思います。どういったきっかけでこの世界に入られたんでしょうか。Well, one of the things that all of my friends from childhood tell me that since I was 4 or 5 years old, I was talking about becoming a fashion designer. So that seemed to be my goal my whole life. One of the things that I needed to figure out was how was I going to become a fashion designer? And I had a babysitter that had 17 magazine, and in the back there was a ad for Parsons School of Design. So I read an article about two young ladies that went to Parsons School of Design, and right after they graduated, they went to Paris, and Elizabeth Taylor opened a boutique for them. So I thought, okay, that's the secret. I have to go to Parsons. ですね、私の子供の頃の友達に聞いていただくと、もうみんな言うんですけれども、アナは4歳か5歳の頃からずっとファッションデザイナーになりたいってずっと言っていた。それで私の人生のもうゴールっていうのは全てもファッションデザイナーになることっていうことだったんですが、でただどういう風になればなれるんだろう、どうすればいいんだろうっていう風にずっと悩みまして、言って私のベビーシッターがですね、セブンティーンっていうマガジンをちょうど持ってまして、その後ろの方にそのパーソンズスクールオブデザインのちょっとチラシっていうかその広告があったんですね。でそこにその2人の若い女性がこのパーソンズを卒業してパリに行って、そこでエリザベス・テイラーによってブティックをオープンした。でそれを聞いて、ここに鍵があるっていうふうに思いました。So the first picture was my first time to New York, and the picture just before is my brother Bobby and I posing. And you can see I loved accessories at that point already: handbag, corsage, cute shoes, hat. And this is a picture of me at Parsons that Stephen Meisel and I used to pack a suitcase of clothes and go to the photo booth machine, and we would take many, many pictures